こんばんは、クリミナルです。早速ですが、皆様は心理学者のデビッド・カンターをご存知でしょうか？デビッド・カンターはリバプール方式のプロファイリングを作った人物です。プロファイリングには大きく分けて FBI 方式とリバプール方式があります。今回の動画ではカンターが提唱した円仮説で見事犯人を検挙できた事件をご紹介します。その一連の事件は1982年から始まったイギリス・ロンドンのハムステッドヒースの地下鉄の駅で目出し帽をかぶった男が女性を乱暴したのだ。類似事件はロンドン北部でも発生し、85年にはついに女性が殺害された。犯人は19歳のアリソンを乱暴した後に首を絞めて殺めたのだ。この時点ですでに40件の類似事件が発生しており、警察は単独犯ではなく共犯者もいるとみて捜査に当たったが、犯人を挙げることはできずにいた。その後、15歳のオランダ人女性が地下鉄の駅付近で暴行され、女性が身につけていたベルトによって絞殺された。さらに1ヶ月後、今度はアナウンサーの女性が電車から降りた直後に誘拐され、その後遺体となって発見された。警察が作成した容疑者リストは膨大な人数に達していたが、依然突破口は開けずにいた。困り果てた警察はサリー大学の心理学者デビッド・カンターに捜査協力を依頼した。カンターは一連の事件の共通点を挙げた。それらの犯行はすべて夜に鉄道駅近くで行われ、被害者は皆10代の女性であった。犯人は紐で被害者を縛り、猿グツアをした上で暴行する。そして被害者の体を拭いたティッシュは必ず燃やす。また、この犯人は手にかけなかった被害者には名前を聞いたり帰り道を教えていた。カンターは犯行日時と犯行場所を細かくチェックし、警察からの情報や被害者の証言を聞いた上で犯人像について語り始めた。おそらく犯人は最初は土地勘のある自宅の近くで犯行に及んでいたはず。そのうち冒険をしたくなり、自宅から少し離れた場所で犯行に及ぶようになった。犯行前後に被害者に普通に話しかけていたことから、結婚はしているが子供はいない。妻に DV をしていたり、夫婦関係が破綻している可能性がある。年齢はおそらく20代後半で、熟練を必要とする仕事についていて、気性が荒い性格。パブで喧嘩をしたり、女性に暴力を振るうなどの犯罪歴があるだろう。実は警察は、一連の事件が計画的に実行されていることから、犯人の年齢は30代と見ていた。しかしカンターは20代後半と推理した。なぜかというと、こうした暴行事件を起こす人間の年齢は、統計的に見て20代が最も多いのだ。捜査官の経験や勘を参考にし、犯人や犯行現場をカテゴリー分けする FBI 式のプロファイリングと違い、リバプール式プロファイリングは犯罪データの統計を分析し、作成されるのだ。カンターは17項目のプロファイリング結果を警察に提示し、円仮説を提唱した。この円仮説は最も離れた2つの犯罪現場を結ぶ線を直径として円を描いたとき、その円の中心に犯人の居住地がある可能性が高いという説である。カンターのプロファイリングを参考にした警察は、ある男に目をつけた。それはジョン・ダフィーという男で、彼は鉄道会社の大工として働いていた。この一連の事件の最初の3件は彼の家のすぐ近くで発生していた。また彼は妻にナイフを突きつけ無理やり行為に及んでいた角で過去に逮捕されていた。彼は容疑者リストに含まれはしていたが犯人である可能性は低いと考えられていた。こうして警察はダフィーを徹底マークするようになった。すると後日ダフィーは公園で女性をつけ回していた角で逮捕された。その後の科学捜査によってダフィーは2件の殺人と4件の暴行事件に関与していることが明らかになり、1988年2月に有罪判決が下った。驚くべきことにカンターが挙げた17項目のうち13項目が合致していた。例えば犯人は小柄である。
実際にダフィーは身長162センチであった。犯人は魅力的な外見ではない。ダフィーはニキビだらけの顔であった。犯人は格闘技に興味がある。ダフィーは格闘技のジムに通っており、カンフーの武器を集めていた。犯人は記念品を持ち帰っている。ダフィーは女性から奪った家の鍵33個を自宅に保管していた。こうしてこの事件以降イギリスでは南海事件において心理学者に協力を依頼することが一般的になった。また、カンターもこの事件を機に心理学を利用したプロファイリングに可能性を感じ、本格的に研究し始めたのである。なお、先述したように現場の状況から警察は共犯者がいると見ていた。しかしダフィーはいくら厳しく追及されても決して共犯者の名を明かそうとしなかった。しかし彼はあることがきっかけですんなりと共犯者の名を明かした。それは法心理学者のジェニーと面談したことであった。それまでいくら厳しく尋問されても口を開かなかったダフィーはジェニーに質問されるとすんなりと共犯者の名を明かしたのであった。彼は相当な女好きで何度か面談するうちにジェニーに恋をしていたのだ。こうしてようやく共犯者が判明した。ジョン・ダフィーの共犯者は彼の幼馴染であるデイビッド・マルカイ。ダフィーとマルカイは学生時代にいじめられており頼り合って生きてきた。彼らが13歳の時、鬱憤を晴らすために運動場にいたハリネズミを虐待し停学処分になった。傍らにはダフィーもおり、血まみれになったハリネズミを見て大笑いしていたという。彼らが最初に暴行事件を起こしたのは22歳の時である。夜な夜な車に乗り込み、獲物を物色する。彼らはそれを狩りと呼んでいた。そしてめぼしい女性を見つけると、マイケル・ジャクソンのスリラーをかけ、気分を高揚させた上で犯行に及んでいた。1999年、デイビッド・マルカイは3件の殺人と7件の暴行事件に関与したとして有罪判決が下り、ジョン・ダフィーはさらに17件の暴行事件に関与したとして追加の有罪判決が下った。イギリス・ロンドン付近で発生した連続暴行事件。犯人を挙げることができずにいた警察は、カンターに協力を仰ぎ、事件を解決させることができました。カンターが提唱する塩化説について、もう少し詳しく話してみます。皆さんは買い物に行くときに、毎回違うお店や違う道を利用しますか？おそらく多くの人は、決まったお店や慣れたルートを利用しているかと思います。それは同じエリアです。犯罪者も一緒で、犯罪の種類にもよりますが、同じエリアで犯行に及ぶことを好みます。知らない場所より土地勘のある場所の方が安全に感じるためです。カンターの塩化説は5回以上罪を犯した犯罪者に多く当てはまることが分かっており、さらに最初の3件の犯行現場を結ぶ三角形のエリアの中に大抵犯人が居住していることが分かりました。ジョン・ダフィーがまさにそうでした。この塩化説は日本の連続放火事件でも用いられ、約7割の犯人がこの塩化説に当てはまっていました。また、オーストラリアで発生した連続放火事件、並びに連続暴行事件においては、なんと約9割が塩化説に当てはまっていました。ただそれが連続窃盗事件になると約3割とガクンと数字は落ちました。この塩化説は犯罪の種類によってはあまり当てはまらないようです。次に拠点型と通勤型を解説します。この塩化説は犯罪者の居住地と犯行エリアが重なる拠点型か、犯罪者の居住地が犯行エリアとは別の場所にある通勤型で区分されます。なお、性犯罪者や放火犯は拠点型であることが多いと分かっています。拠点型は簡単に言うと自宅周辺で犯行に及ぶタイプのことです。対する通勤型は遠隔地まで移動してそこで犯行に及ぶタイプです。ただ、犯罪のテーマによっては放火犯が通勤型であるケースがあります。それは復讐や利益のための放火です。対して自分の欲求を満たすための放火は拠点型が多いと分かっています。
最後にリンク分析について解説します。リンク分析とは、複数の類似した事件が発生した時に行う分析のことです。従来、それが同一犯によるものか否かは、刑事の勘や経験に頼っていました。ただ、リンク分析では、蓄積した過去の犯罪データを分析することで、同一犯によるものか否かを推定するのです。そうすることで、捜査が合理的に実施できるようになります。過去の犯罪データを活用することは非常に重要で、事件を起こした後の犯人の行動がおおよそわかることもあります。例えば、2007年12月に発生したルネサンス佐世保散弾銃乱射事件。この事件は長崎県佐世保市のスポーツクラブルネサンス佐世保で男が散弾銃を乱射した事件です。犯人の男はこのスポーツクラブの会員で、クラブの施設内で散弾銃を11発発砲し、男女2名の命を奪い、6人に重軽傷を負わせました。その後、現場から犯人が逃走したことで、現地住民は犯人がまた銃を乱射するのではないかと怯えていました。この事件を受け、ある日本の犯罪心理学者は、過去に日本で発生した大量殺傷事件79事例を調べました。すると、この犯行形態の犯人は、事件後、さらなる事件を起こすことは少なく、自ら命を絶つケースが多いことが分かりました。そして実際に犯人は、事件翌日、自ら命を絶った状態で発見されたのです。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。